それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズ、推し様の2024年今年の活躍、そしてプライベートはどうなっていくのかというのを見ていきます。はい、それではよろしくお願いします。ぜひ推し様には今年大活躍してほしいですよね。早速見ていきましょう。こちらが推し様の今年1年間の活動活躍っていうところを見ています。苦しいところから抜けていますので、過去、去年かな、2023年年末のあたりは少し環境が厳しかったり、状況が苦しかったり、そこから抜け出す、その連れ添ってくれた方がいるのかなと思います。マネージャーさんだったり、そうですね、契約会社の方だったりとか、この方をサポートするファンの方々かもしれません。大きな存在によって支えられて、やっと脱出できた、スランプから抜け出すことができたっていうのが入ってきます。中には移籍したっていう方もいるかもしれません。事務所が変わったとか、仕事の社風、流れが変わったとかね、そのような環境が変わったっていうのが入ってきます。サポートの力によって強力なバックアップが入ってきたんじゃないかなと思います。そしてこの活動者様というか推し様ね、今年大きな活躍が見込めそうなんですが、本人の意気込みとしてはね、こう自分の力、技とか今持っている技能、スキルなんでしょう。歌手の方でしたら歌とかね、そして他にもダンスやってる方だったら自分のダンススキルとかを磨いて、さらにより拡大させていこうとか活躍していこうっていうお気持ちはすごくあるんですよ。モチベーションが高まっていて、トーク番組に出たりとかっていう方もいると思うんですね。雑誌トークとかいろんなメディアに出てこれから活躍広げていこうっていう気持ちがあるんですけど、いかんせん周りの状況とかっていうところに対して少しまだね厳しさが残っているような感じで入ってきています。周りの状況としてデビルのカードが入っているので、この推し様を誘惑するような存在というかね、推し様がそこに負けるか負けないか、誘惑に流されるか流されないかって、誘惑いろいろあります。推し様はこうやって進めていきたい、だけど事務所の方針としてはこうだからどこで帳尻合わせるとか、あと自分はやりたくない仕事なんだけど、でも依頼が来てだいぶねギャラがいいからやりませんかみたいな感じで事務所に押されて、本当はね気持ちとしては歌一本でやりたいんだけど、演技も入れていくかっていう感じで、本人の意思とは裏腹に流れていくのかっていうところもあるかもしれないので、そのあたりその推し様がどんな感じで折り合いつけるのかっていうところにもよるんですよね。うまく自分のものにしていけて流れに乗っていけるのであれば、今年大きな成功を収めることができる大活躍っていうのが出てるんですけど、そこに飲み込まれてしまうとまだ未来はっきり見えなくなっちゃうかなっていうところが出てくるかなと思います。そうですね、環境としては流されちゃうようなそんな感じ、まだちょっとねあやふやというか、いろんなお誘いが来そうな感じなんですよね。いい話だけじゃないかもしれない、このお日様を利用しようとするようなうまい話っていうのもやってくるかもしれなくて、障害は一時停止なんですね。動きたい、活躍していきたいっていう気持ちと相反して動かない状況が、物事が運んでいかないとか、あとは体調を崩すっていうお日様もいるかも。やる気に満ち溢れているんだけど体調を崩しちゃってチャンス逃しちゃったとか、何ヶ月か休まなきゃいけないような状況になっちゃったとかね、そのことによって先行き見えなくなっちゃうような、だからこの1番をお選びいただいたお日様、2024年本人の気持ちとは裏腹に環境とか障害ってところがあって、思うように力発揮できないかもしれないなっていうのが出てきてるかなとは思います。最終結果はここムーンのカードなので先行きがまだ見えないんです。そうだから
ここだけで言えばもう大活躍するっていうような流れで来てるんですけど、こっちの環境外部の影響によってストップかかっちゃうようなことがあるので、だからまだ先どっちかってはっきり答えつかないよっていうのがあります。そうですね、お日様対策のところにペンタクル8、毎日ねお日様日々頑張って努力されているんですよね。一つの道を極める、歌手だったら歌手っていうところで、もうこれ一本でやっていきたいんだっていう気持ちが出てきてるんですけど、新しいやり方を見つけようとしたり模索したりとかね、チャレンジすることっていうのもお日様今年のテーマとして入ってるので、そのチャレンジしたことがうまくいく年でもあるんですよ。サポートもあるしね、流れとしてはいいんですが、ここの外部っていうところでいろんなお誘い、どれを選んでいくっていう感じですね。どのお誘いに乗るみたいな、コラボのお話があるとか、いい話もあれば、お日様にとっては自分を少し我慢してね抑えて出演するようなこともあるかも。やりたくないことをやってるとか、ね、そこで戸惑って、あれ自分って一体何したかったんだっけみたいな感じになる可能性もあるので、まだね未来今年は大活躍するでしょうっていうふうにはっきりとは出てこないよっていうのがあるんです。少しここはあるかな。ただお日様は自分が貫くことを貫くしかないっていう気持ちがあるから、その通りやっていけるかどうかっていうところが鍵になってくるかもしれません。はい、このようにね今年のお日様の動きとして出てきました。せっかく抜け出したのにね、厳しい状況から抜け出してサポートもある、ファンの方々もついてきてくれる、じゃあ頑張ろうって気持ちになって、多分ね新しいやり方を見つけると思うんですよ。今まで歌ってきたんだけど、作詞作曲にチャレンジしてみようかなとか、今までと違うテイストのものを作ってみようかなとか、自分の道を極めるプラス、そこにプラスアルファで何かを足していきながらやっていこうって新しいイメージとかが湧いてくるんだけど、それが本当にこのお日様にとっていいのかどうかっていうところの判断がしづらかったり、または周囲の影響でそれに乗るしかなかったりとか、体調を崩して動けないとか、やりたいのに一時休止っていうような流れになっていました。これがお日様の2024年の動きなんですけど、アドバイスね、お日様切り抜けていくためにっていうところでルノルマンカードでアドバイス1枚出していきます。どうでしょう。26番ブックのカードが入ってきました。なのでお日様勉強の1年っていう感じですね。模索とか勉強とか、自分の積み上げてきたものをいかに形にして起こしていくかとかね、作品として世に出していくかっていうところで、そうですね、お日様が周りの人とか流れとかに対してどう乗っていくのかっていうところに対しても、専門的な知識やアドバイスっていうのも必要になってくるでしょうし、それは社内事務所とかね、会社とか、それをチーム全体に関わるようなことにつながるかもしれません。うまく乗っていければね大活躍していけるんですけど、まだ先は不透明だなっていうのが出てきていますね。はい、そのように出てきました。ではプライベートどうなっていくのかな、お日様充実するかなっていうところで、プライベートも覗いていきましょう。さあどうなりますかっていうところで、ただ強いね、その力強い味方っていうところはあるので、この方モチベーションっていうところはあるんですよ。心配なのは体調だったり、やりたいこと思うようにできないなっていうところもあるんじゃないかなっていうのは少しだけ出ています。では違うタロットカードを使ってまた同じように切っていきます。では見ていきます。見えるようにしていきますね。ジャスティス、ワンドのキング、ジャスティス、ペンタクル8、そして、ペンタクル9、カップの4番です。はい。ペンタクル8リンクしていますね。プライベートとお仕事、今年、ちょっとね、一緒になってるような感じもするので、
お仕事が充実すればプライベートも連動して充実するとか、あとお仕事が大きく関わってくるので、プライベートも充実させたいんだけど、今でもお仕事モード、自分の活動モードっていう感じも出てきています。このお日様、そうですね。プライベートだとすごく充実しているし、でもやっぱりお仕事少し関わってくるかな。もっと自分が活躍していきたいとか、プライベートも込みで、プライベートも充実させたいけど、どうしてもやっぱりこの活動内容っていうのも、この方の頭の中っていうのを占めてる可能性が高いですね。どっちも充実させたいって気持ちはあるけど、気持ちお仕事に傾いているかなっていう感じがしてきます。そうですね、カップの4番、プライベート、お友達関係、交友関係、本当のプライベートっていうところで言えば、あんまり波がないというか、楽しいこともないんだけど辛いこともないっていうような、平行線っていうような感じなので、なんか大きな動きがあるとか、ビッグなニュースがあるとか、そういう感じではない。落ち着いてるって言えば落ち着いてるんだけど、刺激がないって言えば刺激がないような感じだし、そこに対して自分自身変えていきたい、もうちょっと刺激欲しいよねとか、変えていきたいっていうような気持ちもあるし、変えていけるのかどうか、そんな感じもするんですよね。ここのデスのカードが障害のところに入っています。何かね、その区切りをちゃんとつけなきゃいけないよねっていう風に誰かから言われたり、自分でそう感じたり、物事の終わりを受け止めがたいというか、この方切り替えがうまくできないのかなと思いました。2024年プライベートと仕事の切り替えのスイッチがうまく働かないような感じもするので、自分自身今バランス取るのに精一杯なところもあるし、プライベートに偏りすぎてもいけないし、仕事に偏りすぎてもいけないって思いながらも、結構頭の中仕事で割合占めてるような感じがします。もうちょっと活躍したいなって。でもプライベートは積み上げてきたものっていうのがあるから、こういう関係だったりとか、そうですね、自分自身で作り上げてきた私生活っていうところで、そのあたりは充実はしてるとは思うんです。不足っていうか不満とかそういうことはないんですけど、でもそのいつも通りって言えばいつも通りだったりとか、去年と変わらずっていうような感じ、横ばいっていう感じなんですよね。めちゃくちゃ楽しいことあるとか、すごく辛いことあるとかでもなくて、でも本人的にはプライベート今あまりなんて言うんだろう、重きを置いてないというか、なんとかしたいとか、プライベートめちゃくちゃ充実させたいとか、そういう気持ちが湧き上がってくるというよりは、今仕事の方がこの方の心を占めている可能性が高いかなと思います。でもこの先ね、お仕事がパッと明るくなっていけば、プライベートも合わせて充実していくので、ここはやっぱり両立っていうのが入ってきます。プライベートも仕事も両立してるし、リンクしてる。仕事がうまくいかなくなると、プライベートも合わせてうまくいかなくなる感じがするんですね。仕事もここ障害で一時停止のカードが入ってるし、プライベートの障害のところもデスなので、この進まないような状況を受け入れていかなきゃいけないっていうところなんですよね。プライベートでも仕事でストップかかったから、プライベートも思うように動けないとか、あと引っ越ししなきゃいけなくなっちゃうとか、何か受け入れなきゃいけないよねってところに出てくるんですよね。仕事と連動してるかな、仕事がうまくいけばこっちもうまくいくしっていうところで、それは出てきていました。ルノルマンでももらっていきましょう。この方のプライベートについて。ただね、結果としてはスターが入ってきて明るいので、私が感じるのはプライベートが明るくなるというよりは、仕事とプライベートどっちも明るくなるっていうのが出てきています。スターが入ってるから仕事付きで終わってたんですけど、プライベートも仕事もリンクして上昇していく可能性が高くなってきました。もし仕事でつまずいたことがあっても、プライベートで嬉しいことがあれば、それが仕事に反映されるとか、例えばね、失恋するとか友達と喧嘩するとか、そういうことはないんですよね。どっちかっていうと、変わり映えのない日にどう色をつけるかっていうところなんですね。はい、ブーケのカード、ギフトですね。プライベートで嬉しいことありそうですね。交友関係、
あとはもう自分自身にこの方活動者だからインスピレーションが湧いてきて、そこで活動に活かせるようなことにつながるとか、嬉しいことがあるんじゃないかなと思います。女性からもたらされる感じでも入ってきますね。キーワード女性だったりします。ただこの女性の方が恋愛関係なのかって言ったらそうではなくて、違いますね。ファンの方の差し入れかもしれないし、また仕事とはまた別に本当の友達として交友のある方とかご家族の方からの贈り物とか差し入れとか、あとインスピレーションですね。女性がキーワードとなって、その方にインスパイアされて自分に何か影響が出てくるとかっていう感じでも入ってきます。はい、プライベート充実しそうな感じですね、こう見てると。ということは仕事の方もおのずと切り開いていけると思います。はい、あとはね、このお仕事の周りの環境だったり、動きたいのに動けない状況をどう切り開いていくかってところはお仕事に関わってきます。プライベートは嬉しいニュースも届けられそうなところがありますね。受け取るものがあるでしょう。嬉しいことだな。プライベートが充実しそう。うまくいかないというか、色が足されていく感じ。いろんな色、12色ぐらいの虹色のようないろんな色がこれから日常に足していくので充実するんじゃないかなっていうのがありますね。ポジティブな意味で入れ替わりとか変化っていうのが出てくると思います。となると、誰かから何かからもたらされることによって明るくなっていくっていうのが入ってきました。ではこのお日様からあなたへ今伝えたいメッセージっていうことで、最後1枚ずつカードからもらっていきましょう。はい、こちらとまだね、もう一つタロット、そしてルノルマンからももらっていきます。はい、では見ていきましょう。タロットワンドのエース、そして強行のカード、そして12番鳥のカードと入ってきています。いいですね。ファンの方、あなたと交流が持てるんじゃないかな。それはそのプライベートで会えるとかじゃなくて、この方の活動の中であなたとコミュニケーションが取れる。ファンクラブだったらあなたがメッセージを送ったことに対していいねがつくとか、見てもらえる、メッセージを読んでもらえる、読み上げてもらえるとか、ラジオとかでね読み上げてもらえるとか、何かしらの反応があると思います。中にはオンラインで通話とか対話とかできるようなチャンスが出てくるかもしれません。オンラインミーティングだったりとかね、そういうのにも参加しそうな感じで、このお日様とあなたの交流っていうのが今年1年盛んに行われていくんじゃないかなと思います。プライベートじゃなくてこの方の活動内でライブに行くとかね、そういう感じで出てきています。いいんじゃないかなと思います。あなたにとっても嬉しいことにつながると思うので、自分の活力、推し活が自分の生きる活力になっていたりとか、さらにその傾向が今年1年強くなっていくと思います。お日様が元気だったら自分も嬉しいしっていう風にね思うと思います。あなたとお日様とのこのお日様の活動内でのやり取りっていうのが今年目立ちますね。大きなことに参加するとか、そういうことも出てくると思います。お日様からのメッセージ、コミュニケーション取っていくっていうのが出てきます。認知される方もいると思いますね、今年に入って。では最後にこちらのお選びいただいたオラクルカードからお日様の1年の流れ、総合的にどんな風になっていくのか、このカードからメッセージをもらっていきます。今回お日様に対してね、どんな風に流れるかでもらっていきますね。直感を表すカードです。お日様が今お日様の直感を使って本当のご自身の運命に足を踏み入れる時です。そして真実を聞くことです。たとえそれがお日様が聞きたくないと思うようなことであったとしても、今このお日様は十分に心が強くなっているので、どんな変化でも受け入れることができます。ということは、今年いろんな流れがあるかもしれないけど、この方の強さで受け入れて、嫌なこととかでもね受け入れて、その変化に対応していくことができるでしょうっていう流れが出ています。う
まくいかないこととかもねあると思うんですが、でもプライベートをすごく充実していくと思うので、今はあまり変わり映えがないというかね、仕事モードっていう感じもするんですが、でもゆくゆくかなりプライベートで嬉しいことが出てくると思うし、それがお仕事につながってくると思うので、その変化をね受け入れて、お日様が活躍する方にね祈っていきましょう。仕事面だとまだ不透明な感じがするので、まだ今この現時点では絶対こうだよっていうのは言い切れないなっていうのがあります。ただお日様が動けなくなっちゃってどうしようっていう感じで1年終わるようなことがないように、コミュニケーション、ファンとのコミュニケーションを重ねていって、あなたの方からでも応援していってあげると、この方のパワーにつながっていくと思います。今回は推しシリーズ、お日様の今年の活躍、そして今年1年プライベートどうなるっていうところで見ていきました。はい、このようになっています。またこれからも推しシリーズということで、いろいろな角度からお日様の占いを行っていきますので、エンタメの一部としてお楽しみいただけたらなと思っています。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズ。お日様の2024年今年の活躍とプライベートはどう充実していくのかっていうところを見ていこうと思います。では早速ですが展開していきます。お日様活躍しますね、今年1年。もうすでに今現在活躍大きくねされている方いると思います。年末あたりから2023年下半期あたりから大きく活躍されていて、なんか大ヒット作品に出ていたりとか、認知度が高まったりとかっていうのもあると思います。とても大きなカリスマ性っていうところが出てきているので、もともと人気のある方だし、今現在も一つ成功をつかんでるというかね、実りのカードが出てるので、年末から今にかけてとか、2023年後半から今現在にかけて一つ大きな作品を生み出していたり出演していたりとかっていうのも感じます。なんかこう集大成が今出来上がった、だから次また今年1年頑張ろうとか、そのような段階にいると思いますし、今周りの環境っていうのもいいので、今年1年また一つ大きく活躍できる、さらに活躍できるっていうのが入ってきているかなと思います。周りチームとしての団結力もあるし、楽しいしね、このお日様活動していて、事務所もファンもそして仲間たちも応援してくれてるし、その中でこのお日様が界隈の中で有名になるとか、今以上にね有名になるっていうのが入ってきますね。かなりいいんじゃないかなと思います。カップの9も入ってるから、願望が一つ叶うっていうのが出てるんです。目標に定めていたこと一つクリアできる、そして次の段階へっていうのがあるから、国内アーティストからもう海外まで名が馳せるような大きな活躍をするとか、生み出した作品が海外でもヒットするとかね、ワールドクラスになっていくようなぐらいの、勢いだったり、例えばアリーナツアーとか、武道館だったりとかのライブが初めて行うことができるとか、夢にしていたこれに出演するんだってことに出演できるとか、この方の目標にしていることが叶う。配信者だったら例えば登録者数これぐらい目標にしていますっていうのが叶うとかね、大きな願望成就っていうのも出てきています。かなりいいと思います。大活躍っていう感じですね。そしてその中で自分の経験っていうのもしっかりと積み上げることがこの人できるから、ただやったー、もう願望成就嬉しい、やったーみたいな感じだけじゃなくて、そこから学ぶものだったり、周りへの気配りや感謝ってところも忘れずに行っていくことができるので、波に乗ってるっていうのがあります。そしてあとは大ブレイクね。もし何かこの方の中で
障害という障害はないので、自分自身の中で高い目標を掲げるんじゃないかな。より自分を忙しくさせるというかね、好き好んで、忙しくさせるというか、そういう感じがします。スケジュール詰め込んでみるとか。でもそれもね、めちゃくちゃやる気あってやりこなしちゃうみたいなのが出てきてますよ。このお日様の活動について1枚、船のカードですね。チャレンジとか前に進むとか、そういうことも出てきています。それはこの方の経験が生かされるようなことがあるからでしょう。下積み時代が長かったとか、あると思うんですよね。この成功までの道のりっていうのをちゃんとこの方忘れずに覚えていて、それを生かしてるから新しいことにチャレンジできるし、経験を生かして失敗しないようにするとか、違うやり方をして成功を収めるとか、うまくコントロールしてやっていけるチャレンジ、やっぱり海外っていうのも入ってくるから、ワールドツアーだったりとかね、クラス的には世界中心に回っていくような感じがします。今まで国内で活躍していた方は国外までね、活動の幅を広げるとか、それが夢だったんだよっていうお相手というかお日様もいるんじゃないかなと思いました。はい。ではこのようにめちゃくちゃ活躍するっていう風に出てるんですが、ではプライベートはどうかなってことで、こちらのタロットからもらっていきます。はい、プライベートの方も見ていきましょう。プライベート、ソードの2番、ペンタクル6番、女帝、そしてカップのキングがここでリンクしているのと、ペンタクル5、ソードの4番という風に出てきています。なので、もしかしたらそのお仕事とね、プライベートここ一緒なので、お日様にとっては目上の方、事務所の社長だったり先輩だったり、または同じ業界の目上の方とかね、その方が障害としてちょっと入ってくるか、もしくはその方が手助けに入ってくれるか、キーパーソンとして入ってきます。目上の方ですね。そう、同じ業界の方だと思います。その方がキーパーソンで、プライベートにも大きく関わってくると思います。男性ですね。っていうのが入ってきました。ではプライベート詳しく見ていきましょう。抑えてきたものとか、あとうまくバランス取ってきたものっていう感じでプライベート流れているんですね。仕事とか今の活動っていうのを順調にしていくためにプライベート抑え気味だったり、あまり見バレしないような対策していたりっていうようなのが出てきています。偏ることもなくっていうのがあるので、今現在はどちらかというと活動のことに頭がいっぱいだったりとか、生活の中心大多数を活動が占めているとか、そういうところがあります。それでこの方は納得してやってるので、うまくそれでバランス取れているんですよね。今現在はね。でこの先っていうところで見ていくと、ここ女帝のカードが入ってるんです。これ2通り読むことができます。一つは恋愛対象の方が出る、自分が愛すというか愛したいというか、愛っていうところについて対象になる方が現れるっていうのが一つで、もう一つは推しシリーズなので活動者なわけじゃないですか。中にはその自分のクリエイティブ活動をしているっていうのが大多数ですよね。ご自身の特技を生かして活動されている方が多いと思うので、女帝は、芸術性とか、あと恵み豊穣とかね、そういう豊かさとかのカードでもある、五感とかね、そういうカードでもあるから、推しシリーズでこの女帝が出てくると、ただ単に愛する人だけではなくて、自分の五感が湧き上がってくるというか、そう、つまり活動においてね、インスピレーションが湧いてきたりとか、その活動に結びつけて考える、受け取るようなことがあるんじゃないかなっていうのが2つ目なんですよね。どちらかだと思います。好きな人ができるとか、恋人ができる、恋人ができるというか、愛情を傾けるような存在っていう感じですね。恋人だとしたら、恋人っていう可能性もありますし、もしくは
愛情を傾ける存在なので、ペットさんだったりっていう可能性もあるんですけど、そうですね、あとは自分の活動において活動に関わるようなことがプライベートで大きく入ってくるか、歌を歌ってる方だったら歌詞にしたいと思えるような出来事がプライベートで訪れるとか、プライベートに彩りがあるからそれに活動につなげていきたいと思えるような豊かなことがあるっていう、どちらも入ってくるかなと思います。恋愛関係がもしあるとしたら、その恋愛関係は充実してると思います、このお日様。ただしこのプライベートの環境が少し厳しいかなっていうところがあるので、でもね、このお日様活動的には何の問題がないっていうかね、逆に忙しくてっていうのが入ってくるから、経済的に厳しいとかそういうことはないんですよね。体調不良とかそういうのも少し入ってくるかもしれないけど、うまく乗り越えていけると思うんですけど、プライベート充実させないかもしれないですね。あんまりプライベート一色みたいな感じでならないような一年かもしれない。支えてくれるような存在、仲間っていうのがいるんですけど、その方々に支えられて仕事中心みたいな、活動中心、あくまでも活動が中心、すごく波に乗っていて目標がたくさんあるから、どんどん目標が叶っていくので、こっちがやりがいがすごくあるんですよね。なのでプライベート抑えてるっていうか、止めてるとか、そういう感じかなと思います。なので今年このお日様結婚発表とかそういうのはないと思うんですね。どうかな、半々かなっていう感じがします。でもプライベートを充実させるっていうよりは、今活動の方を充実させたいっていうのがあるし、ただね、運命の輪が入ってますから、タイミングっていうことでタイミングがやってくる。結婚もあるかもしれないですね。そうですね、クリエイティブ活動をしてるので、どっちもねにもね入ってくるんですよね。ただ良い相手はいるのではないかなと思います。どうかな、結婚まで持っていってプライベートも活動も充実するのかどうか、まだねそこはねわからないです。ただ良い人はいるのじゃないかと。タイミングが良ければそれが結婚に向かっていく可能性もあるけど、どうかなって。ルノルマンカードルノルマンカード、活動者様自身のカードですね。もうちょっと出しましょう。コミュニケーションのカード、その結婚とかその恋人とか、抜きにしてもプライベート充実すると思います。コミュニケーションのカードが入ってるし、人物のカードもあるので、男女ともにっていう感じもしますよね。活動者と恋愛関係の方だけじゃなくて、みんなで楽しくとかそういうことも入ってくるだろうし、そうだな、この活動者様がどこに目線を置くかでプライベートは変わってくると思います。全然悪くないので、その活動のことをメインにしてプライベートを抑えていくんだけど、でも抑える中でも充実してるんじゃないかなっていうのはあります。そこからいろんな経験することもあるし、中には恋愛関係育んでいるっていう活動者様もいるだろうし、それをどんな風に、見ていくのかっていうのは、この活動者様次第っていうのが出てきています。タイミングが良ければ良いお知らせっていうのもあるんじゃないかなと思うんですけど、どう考えてるかなってところです、この方が。そうですね、はい、そのように出てきました。そうですね、環境としてあまり思わしくない、体調がね、ソードの4番もあるから、体調を崩すとかうまく波に乗れないとかあるかもしれない。活動よりプライベートの方を抑えるっていう感じですね。あえて動かないとか動けないとか、その中でぎゅっとちっちゃい中で充実させるような感じがします。あえてそうしてるような感じもするので、その中でタイミングが合えばこの方で自分で判断して、何かお知らせ、プライベートに関わることでお知らせがあるかもしれないですね。このように入ってきました。では最後にあなたに対してお日様からメッセージもらっていきましょう。
今お日様があなたに伝えたいこと、そしてルノルマンカードからももらっていきましょう。それぞれ1枚ずつもらっていきます。はい、ではめくっていきます。お日様からあなたに対するメッセージです。カップの4番、カップの6番、そして、犬のカード、はい。ファンクラブとか入っていますかっていうのがまず伝わってきます。そして今それを抜けようかどうか悩んでいたり、少し前のお日様の方が良かったとか、世に大きくねブレイクする前のお日様の方が良かったとか、私子さんっていう感じでも入ってくるんですよね。昔から長く応援していますとか、ただ今の活躍すごく嬉しいんだけど、売れる前の方からずっと応援してるから、その頃のお日様も好きとかね、そういうような感じでも入ってくるし、コミュニティに参加していて、そこを抜けるか抜けないかで悩んでるような気もします。今時点で、昔すごく熱を入れて応援していてっていう感じでコミュニティにも入っていて活発に動いていたんだけど、今それから抜けて自分なりのペースで応援しようかなって思っていたりとかっていうのもあるのかなって思いますね。どうでしょうか。でも基本的な根っこの部分っていうのは変わらないです。このお日様を応援し続けていきたいっていうところは変わらないので、あなたの方がそういうお気持ちがあるっていうのが伝わってきます。お日様からのメッセージとしても、あなたが昔から応援してくれてるってことを知ってるよっていう風に入ってくるんですよね。まだ売れる前のっていう風に入ってくるんですよ。長く応援してくれてる人っていう風にちゃんと認識されてると思います。でも今あなた自身が推し活を休んでいるか、もしくは今他にやることあって前よりも時間割けていないとか、そんな気もします。あと少し寂しいとかね、お日様になかなかコミュニケーション最近取れていないとか、ブレイクしちゃって距離ができたように感じるとか、そういうふうに思ってるかもしれないけど、全然そんなことないよっていうふうに伝えてきてくれています。ずっとこれからも変わらず応援してほしいし、逆にあなたの方がね、もし差し支えなければね、生活に差し支えがなければ、これからも変わらない、応援してほしいって、その方が力になるしって、この方のね。だからずっと応援してほしいなっていう気持ちはあります。ただ今あなたの生活がもし苦しいのであれば、辛いこととかがあって今推し活しづらいっていう状況であれば、無理にとは言わないんだけど、でもあなたの支えに自分の活動がなればいいなっていうふうに伝えてきてくれています。ではお選びいただいたカード、こちらは今回はあなたへのメッセージではなくて、このお日様の1年の流れ、総合的にどんな風になるのかっていうのを表すカードとして出しました。こちらのカードは与えるというワードがあります。そしてお日様の自分自身の愛情を育むという意味があります。ワードとしては寛大、そして慈悲、思いやりのある行動っていうのがメッセージとして入っています。このお日様、周囲の人に優しさっていうのを常に与え続けてるんじゃないんでしょうか。サービス精神旺盛だし、周りの人に優しい、ファンサービスがある、もう絶え間なくファンサービスしているとか、誰に対しても優しい、時には自分を犠牲にしてまで、自分の時間を削ってまで活動に時間を割いていたりとか、周りの方のことを思って動かれていることあるんじゃないかなっていうぐらい親切な気持ちで溢れてる気がするんですね。そしてこのお日様は周りの人に自分の力を与えていけば与えていくほど、より多くのものがこのお日様自身に返ってくるっていうのを知ってるんです。だからといって見返りを求めるために与えてるわけではないんですが、この方が与えれば与えるほどこの方に返ってくるんですね、恩恵が。だから今年1年は大きな活躍もすると思う。今までずっとね、優しく周りの人に接してきたから。そして今年ね、ブレイクさらにしていくんですが、
時にはね、この方、このお日様のことを利用しようと企む人が集まってくる時もあるよっていうふうに、このカードが教えてきてくれてるんです。なのでお日様自身が自分のことを利用してくる人に対してね、下心がある人、近づいてくる人に対しても親切にしちゃうんですよ。ついね、自分のその癖、もう人柄だから、お人柄だから優しくしちゃうんですよね。でもそうして利用する人が集まってくると、結局はなんていうのかな、窮屈な思いをしちゃう時もあるんですよね。でもノーって言えなかったりもするんです。そういう時にこのお日様、自分自身の心を癒す必要が出てくるよっていうのがあります。だから自分自身の自己愛を育む、自分を肯定して受け入れてあげるとか、忙しい時があったとしても時々リラックスする時間は必要だよっていうのが出てきてるんです。で、お日様はね、頑張っちゃうところがあるので、今ちょうど波に乗ってるしね、頑張れば頑張るほど帰ってくるから頑張っちゃうんですよね。お人柄プラス今の流れを見ていると、どっかで無理が効かなくなる可能性があるから、そういう時にね、癒しグッズを送るというか、どうでしょう、プレゼントを送れるのであれば癒しグッズを送るとか、お話ししてみるとか、書き込んでみるとか、少しでもお日様の癒しになるような感じで、あなたが何かしら活動されていくといいのかな、押していかれるといいのかなとも思います。こんな癒しグッズおすすめですよとか紹介するとかね、お日様が見ていてリラックスできるような写真を投稿するとか、そういうことでもいいと思います。あなたがもし今の推し活に無理をしていなければね、お日様があなたに何かしてあげたいっていう風に言ってきてくれてるので、だから過去に会ったことある人いるんじゃないかなと思うんです。握手会だったりとか、お日様の活動の中できちんと対面したことあるんじゃないかな。オンラインミーティングでも1対1で話ができたとか、近づいていた過去っていうのがあると思うんですね。またその時のようにあなたに何かを差し出したいっていうふうにお日様が伝えてきてくれています。逆にあなたの方も今推し活できる状態であれば、このお日様にね、リラックス効果のあるものっていうのを強く押し出していくといいんじゃないかなというのが出てきていました。今回は推しシリーズ、お日様の今年の活躍とプライベートこの1年どうなるのっていう動きを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズ、お日様の2024年今年の活躍、そしてプライベートは充実していくのか、どうなっていくのかっていうのを見ていきます。よろしくお願いします。まず、活動的にどうなっていくのかっていうのをこちらのタロットで見ていきます。お日様ね、今年1年なんですけど、今、下準備っていう流れで入ってくるかなと思います。まだね、今年中に何とかするとか、そうですね、今なんかね、準備中っていうところです。ブレイクに向けて今準備してますよっていうところが強く出てきているので、思った以上にこのお日様の自分自身がね、思ったように活躍、結果残せないとか、そういうところで落ち込むところがあるかもしれないんだけど、でもこの方のブレイクってこれから先よっていう風に入ってくるんです。今年じゃないような感じ、もしくはこのお日様が予定しているよりは少し遅れてやってくるかもしれないけど、スターのカードが出てるから必ず大成するから大丈夫って、大丈夫というか、必ず大成するから、今年じゃない、今のタイミングじゃないかもしれないけど、今年1年は積み重ねていくのがテーマかなっていうのがあります。いろんなことにおいて、だから
最近デビューしたてとかね、最近企業を立ち上げたばかりとか、独立したばかりとか、そんなイメージで入ってくるんです。本当にしたばかり、独立したてとかね、これから模索しながら自分の道を切り開いていこうとしているお日様っていうのが入ってくるので、だからそれが今年中になんとか形になるとか、大きな成功を収めるとか、すごく名前が売れるとか、そういうところまで行く手前の状態が今年っていうのがあります。来年以降すごく大きく光り輝く時がやってくるんじゃないかなっていうのがあります。今はだからそのために向けていろんな準備をするような段階ですね。周りのそのサポートメンバーだったりとか、事務所、チーム、この方が構えている店舗だったり、そういうのもまだ新しいっていうのが入ってくるんです。うん、だからこれからね、本当に材料を揃えてやっていくんだっていうのが入ってくるので、今年はね落ち込む必要ないよ、だって今は準備中なんだもんっていう風にカードたちが教えてきてくれています。でもゆくゆくこの方活躍するので、来年にこうご期待っていうのがあります。今年はそうだね、まだすごく有名になれるとか、このお日様が思い描いてるような、すごい大きな活躍とか何かがあるっていう感じじゃないんだけど、またこの後ねっていう感じで、鍵のカードと指輪のカードが入ってきてるので、必ず約束されてるんですよね。でも表には出ていないので、契約的にあるじゃないですか。活動者さんでも来年の予定のスケジュールがもうすでに今組み込まれているっていう方いるじゃないですか。大きな仕事を任される方であればあるほど、もう来年のスケジュールとか再来年とかが埋まっていて、例えば今年はそんなに大きな役もらえていないんだけど、来年のスケジュールでは主役もらえていたりとか、それがもうすでに内定しているっていう感じで入ってきます。だけどそれは今年出演の作品とか今年生み出されるものではなくて、来年控えている、来年っていうか今年以降に控えているっていうのが出てきています。もうすでに確立されているっていう感じがするので、この方の中で来年以降、場所を抑えてあるとか、作品が決まっているとか、契約先があるとかっていうのが確立されているのかもしれません。それに向かって準備していたりっていう可能性もあるし、あとはこの人の中に自信があるのかも。今年は下準備の時期なんだけど、来年以降花咲かせていくんだっていうような確信があるのかもしれません。でも来年以降の予定が詰まってるっていうのがありますね。今年はまだそんな詰まってない、大きな役はね詰まってなくて、ちょい役みたいな感じでいっぱい出演するんだけど、多分来年大きな役決まってるんじゃないかなっていうのが出てきました。そのために今来年に向けてね視野を広く持って今やってるような感じがしました。はい。なので作品作りだったりとか、その演技とかね、歌とかダンスだったりとか、自分が関わる活動のことを来年以降ですね、もうすでに確約されてる気がします。でもそれはまだ表に出ていないっていうような感じです。ではこの方のプライベート見ていきます。はい、ではプライベート見ていきましょう。そうですね。お仕事もプライベートも同じ支えになってくださっている方がいるとか、サポートしてくださっている方がいるか、もしくはもうすでに、ご結婚されている方か、あともし結婚していなかったとしたら、これからパートナーに恵まれるようなプライベートっていうのが入ってきます。恋愛っていうのが入ってくるかな、出会いとかねっていうのも入ってくるかなと思います。または可愛がられるっていう感じですかね。複数出てきてるので、目上の方から可愛がられるっていうのがあります。プライベートはそういう感じですね。人付き合いだと目上の方がキーパーソンに入ってくるか、もしくは恋愛か、結婚すでにされてるか、結婚されてる方だとしたら、その結婚関係、婚姻関係がプライベートねうまくいってると思うんですけど、これから出会いのある方だとしても、その出会い
でお付き合い交際とかまで発展する可能性もありそうな感じですね。恋愛じゃなかったらメールの方から可愛がってもらうっていうのがあるんですけど、気になるのがここのワンダの10オーバーワークのカードです。プライベート、いろんな人と交流があるっていう感じがするんですね。その一概的にね、結婚だったらまあどうかな、結婚も恋人だとしても他にも人がいそうな感じがするので、なんかたくさんの人と交わっていくというか、交流があるから人疲れしちゃうとか、そういう感じかなと思いました。プライベートね、人付き合いが多そうっていう風に出てきます。嫌なわけじゃないんですよ。楽しいと思うんですけど、そうね、うまくコントロールしていけるかなって、人付き合いに対してね、対相手、対人っていうところで、このお日様が人付き合いうまくやっていけるんだったら、ものすごく楽しくなると思うんだけど、みんなで楽しくやろうみたいな感じになって、この人とも仲いいし、この人とも仲いいしっていう感じで、うまくやっていけると思うんだけど、ちょっと間違うと疲れちゃう、人疲れしちゃうっていうのが入ってくるんですよね。ここが少し心配かなと思いました。どうかな、そうですね。ちょっとヌノルマンカード出しましょう。ただ疲れちゃうんじゃないかな。人のことに対して。人ですね。それは仕事にも関係してくるような人かもしれないし、結婚されてる方だったらご家族のことかもしれないし、それとはまた別にね、家族とはまた別に本当に対人関係がちょっと慌ただしいのかなっていう感じがします。狐のカード、そうですね、対人関係っていう感じでも入ってくるかなと思います。やっぱりこの辺りかな。少し複雑な感じがしますね。どうだろう。人疲れっていう感じで入ってくるかなっていうふうに私は読むんですが、どうかな。いろんな交流の場に出かける機会が多かったりとかするんですよ。お誘いとかも多かったりするので、だけどいろんなパターンの人がいる、いろんな人がいる中に自分が入っていくから揉まれて良い刺激になる時もあるんだけど、逆になんかこう染められちゃって気がついたら疲れちゃったとか、人混み苦手になっていたとか、そういう感じでも入ってくるから、交流はたくさんありそうなんですけど、対人関係要注意っていう感じで、対人関係による自分自身の疲れですねに要注意。いろんな人に気を配りすぎているのかも、気遣いすぎているのかもしれない。そのことによって気疲れしちゃうとか、そういうのもあるかもしれませんね。ちょっとね、心配ですね。では、お日様からあなたへ今伝えたいこととしてカードそれぞれからもらっていきます。ね、そのプライベートちょっと心配かなっていう感じではあります。うまく働いてくれればね、いろんな刺激があって自分の成長につながることができるんですけど、いかんせんワンドの10なのでちょっと疲れちゃうかなっていう感じでは入ってきます。では今お日様があなたに伝えたいことはい、ノルマンも1枚もらっていきましょう。ちょっとこのプライベートではこのお日様ね、この身なりというか外見にお金をかけるか、もしくは身なり整えておく必要がありますね。TPO に合わせた服装をするとか、あと無理しすぎて人の集まる場所でおしゃれして奮発しすぎちゃうような気もするので、その外見身だしなみっていうところも少し気をつけたいところ。そしてお日様が今あなたに伝えたいこと、ソードのクイーン、そしてカップの5、そして真実の愛、愛情のカード、ハートのカードが入ってきました。認知してるんじゃないかなと思います。ハートのカードが入ってきてるので、あなたからの応援声援っていうのも熱意っていうのも伝わってると思います。しっかりと受け止めているし、もしくはこのお日様があなたに対してちゃんと返信してるとか反応を示してる感じがします。
あなたの投稿にいいねしたことあるとか、高評価したことあるとか、何かの折に触れてお話しされたことがあるとか、そんな、関係性っていうのも見えてきてます。認知はしてると思います。はい、心にちゃんといますっていうのが伝わってくるので、あなたの姿っていうのがちゃんと見えています。中にはお仕事関係で交流があるっていう方もいるかもしれない。このお日様に近いところにあなたがいるっていう方もいるかもしれないですね。つながりが、遠いつながりがあって、手繰り寄せていけば何かのご縁で近づくことができるとか、そういう感じでも入ってきます。そうですね。でもプライベートではない。プライベートのお付き合いの中には含まれていない。今現時点では含まれていなくて、あなたという個の存在としては認識しています。ただし、あなたが何か落ち込んでいたりがっかりしていたりとかするようなところも見てるよっていうのが入ってくるので、最近うまくいかないこととかありませんかっていうのが出てきています。またはこのお日様の活動について不安になっていたりしますかって、がっかりさせていませんかっていうふうにあなたに聞きたいんです。もしくはあなたからのメッセージ、アドバイスというか、そうですね、ファンの意見みたいな感じで、こういうふうに思っていますとか、感想ですね、フィードバックが欲しいとか、そういうことも思っていますね。そしてもし本当にあなたと対面したことがあるとか、お話ししたことあるとか、認知されているのがあなた自身分かっているのであれば、このお日様、あなたの声援っていうのをちゃんと受け止めて嬉しいって感じてくれていますから、それまず伝えたいっていうのを教えてきてくれています。いいですね。ハートのカードが出てきました。なので、もし今そのあなたがお日様の活動に対して今心配だなって思っていたり、または自分自身の生活においてどうしよう、この先どうやってやっていこうって思っていることがあれば、お日様は自分の活動のことについて不安に思ってるんだったら大丈夫、これから来年以降かな、なんか確約された大きな仕事任されてることがあるから、それあるよ、言えないけどね、今は発表できないけどあるから、それに向けて頑張ってるからねってこと伝えたいし、あなたの意見、自分の活動に関して意見が欲しいってこともあるし、あとはあなたの生活がもし今苦しいのであれば、今自分のエネルギーを注いでいきたい、分け与えたい、推し活をすることによって、この方の活動をあなたが応援することによって、それが少しでもあなたの今の不安を取り除くことになればいいなっていうふうに思ってくれています。では最後にお選びいただいたこちらのオラクルカードですが、普段はあなたへのメッセージとしてお伝えしてるんですが、今回はこのお日様の1年総合的にどんな流れになるのかっていうのをこのカードでお伝えしていきます。こちらは情熱を表すカードです。お日様の声で周囲を目覚めさせるという意味のあるカードです。このカードには怒りの感情、ネガティブな感情さえも全てクリエイティブな情熱に変えていくっていうメッセージが込められています。不平等さを嫌う傾向がこのお日様ありませんか？なんか不公平とか不平等とか、ひいきされるとか、エコひいきですね。なんか理屈にかなわないひいきだったりとか、理にかなっていないことがあまり好きじゃないんじゃないかなと思うんです。でそういうことに対して不満を抱きやすいタイプなんですね。世の中違うんじゃないとか、公平じゃないんじゃないとか、正しくない気がするとかね、そういうことはふつふつと湧いてくるタイプで、その気持ちをただ落ち込むとか、ただ怒り狂うんじゃなくて、そのふつふつと湧いてくる思いを自分の作品作りの情熱に変えることができる力を持ってるよってことが出てるんですね。そしてこの人は社会的に影響力がある方です。なのでご自身の周りや世の中全体をこの方のクリエイティブなエネルギーで今後変えていくでしょう。これからなんですよね。未来です。今現在じゃないんですけど、未来この方の活動によって世の中が大きく変わるようなことにつながってきます。新しい第一歩を踏み出す方かもしれません。新しい門を切り開くというか、初の何か賞を取るとかね、認められるとか、この方のオリジナリティが世界に広まっていくとか、そういう方になるかもしれない。またはこの方の活動によってそれが伝わって大きな
活動になる、社会的運動につながるとか、慈善活動につながるとか、そういう世の中の力、エネルギーを変えることができる方っていうのが入っていますので、ゆくゆくはこの方大きな存在となって一躍ブームを起こすとか、なんかこの方になりたい憧れの人みたいな感じで真似をする人がたくさん出てくるとか、そういう方になると思います。今年1年はね、力を貯めている。でももうすでに来年以降の予定っていうの、大きな役決まっていることがある、大きな仕事決まってるので、そのうちね発表すると思うんですけど、今すぐじゃなさそうな感じはしました。はい、今回は推しシリーズ、推し様の2024年の活躍、そしてプライベート1年間どうなるのかっていうことをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。推しシリーズ、久しぶりに行ったような感覚です。いかがだったでしょうか。推し様の今年の活躍、そしてプライベート面も覗いていきました。プライベートね、いろいろあるかなっていうふうに大きく分かれた。もちろん活動内容も、3選択肢それぞれ大きく違ってきたかなと思います。ただ共通して推し様も共通してね、私も推し活してる身として、推し様も全推し様すべてが1年間2024年健康でいられるように、そして活躍少しでもねしていきますようにってことを応援しています。はい、ということで今回は、ザ・ムーンダストタロットさん、こちらから、プチ3択占いを行っていこうと思います。このタロットカードですね、こちらからそうですね、今年1年私は推し様の活動に潜り込んでいくことができますかということで、ライブあるっていう推し様だとしたらライブに当たりますかでもいいですし、個展だったりなんかこう握手会だったりそういうのに参加できますかっていうことで、この推し様の活動範囲内で例えばあなたのコメントが読み上げられるとか、嬉しいことありますかっていうチャンスですね。ライブに当たるとか、例えばお手紙読み上げられるとかね、配信でもコメント拾ってもらうとか、 SNS でいいねもらうとか、何かしらこうありますかっていうことで、ワクワクなものもらいましょう。はい、では、もらっていきますね。ここで左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。選択肢と関係なくお選びくださいね。こちら直感で見てください。今お選びいただいている間に宣伝をさせてください。年末より新しい試みとしてショート動画を始めました。ショート動画では結果とアドバイスのみお答えするという形になってしまうんですが、1分間チャレンジということで、ショート動画が60秒間の尺なんですよ。その60秒間の中でお答えできる範囲で占いしますよってことで、占い内容を募集しています。はい、全体公開となってしまうので構わないよう、大丈夫な範囲で情報を提供してくださる方募集しています。また簡単な占いとなりますので深掘りはできませんということはお伝えしておきます。詳しくはショート動画の概要欄に載っていますので、そちらをご覧いただいて応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。できればフィードバックいただけると嬉しいです。はい、ということでお選びいただきましたでしょうか。見ていきましょう。本日はこちらの右から見ていきます。お日様の活動の中に自分が入っていけるのかどうかってことで、関わっていけるかどうかってことで、右の方ですのカードですね。どうでしょう。もし関わるとするのであれば、大きな変化として、変わっていく、今までのお日様との距離感が変わるのかなっていう風に出てきます。今まで一回も読み上げてもらったことないとか、
本当に活動の中に入ったことない、ライブ行ったことない、当選したことないって方は当選するとか、今までとは違う距離感、関係性というかね、自分が入っていける。逆に今まで自分がよく当選していたりとか、よくねいいねもらっていたりとかしていた方っていうのは、もしかしたらここ違うタイミングっていうか違う感じになるかもしれません。何かの切り替わり変化っていうのがあるので、うまい感じで今まで割り込んできたんだっていう方は急に割り込めなくなっちゃったとかね、他にもたくさん推しがで増えてきて、読み上げづらくなってきたとかねっていうのもあるから、どっちかなと思います。今まで頑張っても頑張ってもライブ当選したことないって人は、やっと念願の当選ってこともあるかもしれないし、その逆っていう感じで、いずれにしろ嬉しいことにしろ嬉しくないことにしろ、それを受け入れて、変化をね受け入れていくっていうのがありました。でもかなり大きな変わりっていうのがある、変化っていうのがあるから、お日様自体が大きなことがあるんじゃないかなと思います。大きな分かれ目、本当に今までに活動していたものが媒体が変わるとか、YouTube でチャンネル作るとかね、そこでファンとのコミュニケーション取っていきましょうっていうやり方になるとか、独立するとか、お日様の活動そのものが切り替わるのかもしれません。では次、真ん中をお選びいただいた方、ドン。カップの4番。今年はなかなかに絡めなそうです。っていうところが入っています。ここね、ドンと出てきていますね。思った以上の収穫っていうのがないような感じなので、頑張って頑張って応募していたんだけど受からなかったとか、その倍率が高くて当選しないとか、今年はね少し距離を縮めることは難しそうっていうのはあります。そして次、左をお選びいただいた方です。ワンドの8と急展開を表すカードです。思っても見なかったところから急激に物事が運んでいくというか、もう受かんないよなって、今年はこんだけ応募したけど無理だったし諦めようかなって思ってたら、いきなり当日券発売されたとか、見切り席の販売で速攻ゲットできたとかね、思わぬところで収穫が出てくるような感じだし、急激に物事が運んでいくので、もうダメだと思っていたことがチャンスが出てきて、もう席埋まっちゃったしな、もう無理だろうなと思っていたら、当日実はね、このチケットどうって誰かに言われて譲ってもらえるとか、そういうことが訪れそう。チケットとかコンサートだけではなくてね、お日様に絡める可能性がぐんと出てくるような感じです。思っても見なかったところから出てくるっていうのがありますから、ここは楽しそう、いい期待っていうのがありますね。真ん中の方はごめんなさい、残念ですが、今年は深く絡むようなことはなさそうです。このような結果となりました。推しシリーズについてはまたこれからも継続していろいろな方面から見て取り上げていきますので、またぜひこの推しシリーズでお会いできるのを楽しみにしています。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。